はようございます。トイプいちごちゃんのキャンプ旅へようこそ。今日はなんといちごちゃんは車に乗っていません。なんでかというと、今日は私一人でドライブです。これから私の母校のあった三重県松阪市まで走ってきます。ちょっと今日は一人なので不安だけど頑張って行ってきます。自宅から高速道路西名阪から途中名阪国道を通っていきます。アップダウンがいくつもある上にカーブも多く、関西では難所の国道として有名です。行きは運転に集中したいので動画は撮っていません。予定より早く到着したので松阪城市で寄り道です。この城跡の石垣も懐かしく、ゆっくり見ながら上の方へと登っていきます。ここは桜も見事で毎年訪れたいと思っていますが、毎年時期を逃してしまっています。昔と変わらない景色のようでも、街の様子は変わっているのがわかります。ここに上がると街が一望できます。市立病院はお城のような造りになっていて、昔の古い病院の面影はありません。遠く駅に続く道、眼下に見える武家屋敷の通りや、本井宣長記念館があったり、そして私の好きな場所だった図書館は今はもう移転して
小津安二郎記念館になっていました。この建物が当時は図書館として誰でもが利用できて、昔は木陰で本を読んでいる人がいました。昭和51年に移転ということは私が卒業した年でした。松阪駅から少し寄り道をして松阪牛で有名な和滝の前を通って少し市内をゆっくり走りながら見てみます。この辺りは私の生活圏でした。とっても懐かしかったです。駅前の通りにおいしいケーキ屋さんがあったり、ステーキハウス三松は当時行きつけのお店で、今も営業されていました。牛銀のお肉も美味しいし、うなぎ屋さんはたらいに入ったうなぎを選んでその場でさばいてくれていましたが、今はどうなんかな。とにかく松阪市は食べ物が最高に美味しいところでした。グルメの街ということです。友達とお店で合流。今日は和食のランチセットをいただきました。おしゃべりに夢中で食事を取り忘れました。友達の病気も心配だったけど、少しずつ解放に向かっているようで一安心です。次は前回祝いで松阪で集まるかな。帰り道はカメラを固定したので少し動画撮ります。松阪インターから関インターチェンジまでの伊勢自動車道は結構空いていて、道もきれいで走りやすいです。N ボックスは軽自動車なのですが、軽とは思えない走りやすさ。私はお買い物や通勤でこの車に乗っていますが、一般道しか走らないし、大して他の軽と変わらないと思っていました。でも今回自分の運転で
2、3時間運転してみると、N ボックスすごいやんと改めて思わされました。高速道路ではそれほど感じなかったんですけど、名阪国道の坂道の多さ、特にカーブも坂も同時に来ると緊張します。事故は日常茶飯事あると聞いています。誰もが事故はしたくないと思いますよね。一人一人が安全に心がけて無理をしない走りをしたいものです。そこで今回 N ボックスに乗ってみて、これはなかなかいけると感じたのは、長い上り坂もスピードが落ちることなくスイスイ走れちゃうんですよ。下り坂のカーブもエンジンブレーキで無理なく減損できて、後続車に邪魔にならないようにといつも気を使いながら運転しているのですけど、今回は普通車に劣らない安定走行ができたみたいです。 N ボックスのシートも硬くなくて長距離運転も疲れませんでした。名阪国道は高速道路ではないのに結構みんな飛ばしているようです。上りで天理インターチェンジを出た途端に白バイに捕まっている車がいたし、少し先には覆面パトカーに捕まっている車も1台いました。あくまでも名阪国道は国道一般道です。名阪国道はトラックが多く走っています。重い荷物でゆっくりしか走れないトラックも多いけど、ところどころに当番車線もあって、みんながルールを守って走っている中には100キロオーバーで駆け抜けていく車も見られました。カーブと坂が多いので気をつけて運転しないとねと思っていたら、なんと自己渋滞にはまってしまいました。やはりあの大きなカーブの危険ゾーンでの事故でした。自分の運転技術を過信したらあかんで。ここからしばらくノロノロ運転になってしまいました。ゆっくり走るので水分補給できました。2、30分の渋滞は大丈夫です。全然動かない渋滞ではなくて、ノロノロ運転程度なので、現場を過ぎれば普通に走れると思い、ゆっくりと流れに乗っていました。
予定時刻より30分ぐらいの遅れでも今は日が長いので全然焦らず走れます。長い下り坂も今日はゆっくり走行になっています。国道と高速道路の走り方の違いとか、特に名阪国道のカーブの多さと坂の多さには唖然とします。今までは長距離は自分ではほとんど運転しませんでした。車のナビが結構間違えるので Google マップでの検索が必須となっています。主人の運転テクニックが落ちないように助手席でのフォローがいるわけです。シルバーマークをつけて安全を心がけての運転をしたいと思います。これからは長距離などは時々運転を交代してもいいかなと思います。優れものの N ボックスがある限り遠くへの旅やキャンプなどこれからも楽しんでいこうと思っています。こんなに楽々に運転できる N ボックスのおかげで私たちの行動範囲は広がっています。安全第一にこれからもキャンプ旅を続けます。ではもう少しのろのろ運転で自宅へと向かいます。最後までご視聴いただきありがとうございました。